こんにちは、シャチパンです。さて今回はサムネにもあったようにガーミンからとんでもないスマートウォッチが発売されたのでレビューしていきたいと思います。全世界が注目する夢のディスプレイ、ついに誕生しました。今回は進化点、外観、健康管理、運動分析、便利機能、価格、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずは進化点。定評のある健康管理や運動分析機能は後ほど詳しく触れるとして、ここでは2点触れていきます。1点目は何といってもマイクロ LED を採用したこと。世界初です。シャチパンチャンネルを普段からご覧になられている方はすでにご存知かと思いますが、これがどれだけすごいかを触れておきます。現在テレビやスマホの画面は液晶か有機 EL が主流です。液晶は背面から LED 光源を照らすことで明るさに定評があり、白表現に優れますが、光を完全に遮断できないため黒表現は苦手です。一方有機 EL は1画素1画素が有機材料からなり、1画素ごと光らせたり消せたりするので黒表現に優れますが、液晶ほどの白表現は難しいです。スマートウォッチやスマホ、それから PC の上位モデルは有機 EL が主流。反面テレビは有機 EL を上位モデルに据え置くメーカーが多いながらも、ミニ LED、いわゆる液晶テレビの方が勢いはありそうです。そんな中、将来を期待されている第3のディスプレイ、マイクロ LED は液晶の明るさ、有機 EL の黒表現を両立させたまさしく夢のディスプレイです。1画素1画素が LED で構成されることから、有機 EL のように1画素ずつ消灯ができ、黒表現が優れ、LED のため白表現も優れます。最終的にはマイクロ LED が最強となることは分かっていますが、問題なのはその製造の難易度で、例えばマイクロ LED のテレビなどはあるにはありますが、数千万円したりと、一般庶民が目の当たりにするにはまだまだ時間がかかると思われていました。しかしガーミンが今回いい意味で期待を裏切ってくれ、あのリンゴに先駆けて今この手元にあるスマートウォッチがマイクロ LED 搭載と世界初を成し遂げたのでした。さて前置きが長くなってしまいましたが、今回ご紹介するモデルはこのマイクロ LED を搭載したフェニックス8 Pro マイクロ LED と従来の有機 EL を採用したフェニックス8 Pro アモレットとなります。両者の違いは採用ディスプレイだけですので、これらを並べて比較していきます。左がマイクロ LED モデル、右がアモレットモデルです。いかがでしょうか。なんかあまり変わらないなぁと思った方が多いのではないでしょうか。そうなんです。アモレット自体もだいぶ高いレベルでチューニングされており、通常の屋内撮影や曇りの日などでは十分な明るさに到達しています。スペック的にはマイクロ LED は1画素1画素が LED、40万個以上の LED が実装されており、ピーク輝度は最大4500ニット。一般的なアモレットモデルと比較しても 1.5 倍程度は明るい計算ですが、晴れの日で日光が直接当たる環境で差が現れてくる傾向でしょうか。明るい昼間でも両者の視認性は抜群に良く、これならどんなに外が明るくても画面が暗くて見づらいと思うことはないでしょう。一方視野角に関しては両者でだいぶ差があります。アモレットも視野角はある方ですが、マイクロ LED はそれを超えてきます。実際こんな角度でウォッチを見ることはありませんが、運動している時などわざわざ顔の前に持ってこなくてもしっかり見ることができます。と普通のレビューならここまでですが、せっかく手元に世界初のマイクロ LED パネルがあるので、手元にあったマイクロスコープで構成しているサブピクセルを確認してみました。完全に趣味の領域ですがお付き合いください。1画素の構成は RGB のサブピクセルからなりますが、アモレットモデルは分かりやすくこんな感じで画素が並んでいます。
一方マイクロ LED モデルの並びはだいぶ得意で、パッと見緑と青のサブピクセルが同数、赤のサブピクセルが少ないですね。1画素の構成はこんな感じでしょうか。もし間引かない場合はこのように赤を配置すると良さそうです。人間の目は緑の感度が高いので、緑はまず間引くとかなりの影響がありますが、赤や青は間引かれるケースが多いです。間引かれても大丈夫なのとお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、例えばスマホの画素配列もこんな感じになっており、緑に対して赤と青のサブピクセルが半分の数となっています。こういった間引き配列はテレビなどの大画面だとにじみとして見えたりすることもありますが、スマホやスマートウォッチのサイズだと問題となることはまずありません。実際にじみについてだいぶ目を凝らして観察してみましたが、そんなものは全く感じることなく綺麗なものでした。実に興味深いですね。なおアモレットモデルの方のバッテリーは27日間とガーミンらしく長時間稼働ですが、マイクロ LED モデルは消費電力が高く、稼働時間は10日間と半分以下となっています。実際10日間でも十分長いのですが、人によっては気になるところになりうるでしょうか。2点目は LTE 通信。フェニックス8 Pro から携帯電話網を使った通信が可能となりました。これによりスマホがなくても安定した通話、メッセージ通信が可能で、通信エリア内であれば接続が可能となりました。海外では衛星通信である NTN 通信も可能なのですが、日本ではまだ認可が下りていないという状況。ただハードウェア自体は搭載しています。また LTE 通信に対応したことで、サブスクであるインリーチサービスを活用でき、ウォッチ単体で音声通話や LINE のように使えるガーミンメッセンジャーアプリ SOS 発信ができるようになりました。 SOS 発信はガーミン応答センターが常駐し、状況を把握することでご連絡を防ぎ、救助組織へ正確な情報を提供するとしています。また30秒ごとにリアルタイムで位置情報を自動更新するライブトラックモードをオンにすると、トラッキングもサポートします。サブスクの月額利用料は回線使用料込みで1180円。フェニックス8 Pro の初回契約は30日間無料なので、気になった方はお試しできるところがいいですね。次に外観。まず表面ガラスはダイヤモンドの次に硬いとされるサファイアガラスを採用。フラッグシップらしく最高の高度です。よく注意モデル以下で採用されるのは強化ガラスであるゴリラガラスですが、こちらは使っていると意外と傷がついていたりするので、傷が気になるって方にはあまりおすすめできません。シャチパンはサファイアガラス採用のガーミンモデルを1年近く使っていますが、まだ傷一つありません。ぶつけた時もありましたが、綺麗なもんです。ベゼルとリアはチタン製。温湿度変化や振動衝撃などの過酷な環境下においても、アメリカの防衛装備品の規格であるミル規格を準拠しています。見た目通り非常に高い堅牢性を備えていると言えるでしょう。タッチパネルの反応は非常に良好。上下スワイプして操作するタイプです。このメニューはよく使う機能を追加したり、上の方に移動させたりできるので、自分好みにカスタマイズできます。サイドボタンは全部で5つあり、右サイドに2つ、左サイドに3つです。右上ボタンはアプリとアクティビティリストを開くことができます。アプリはメニュー同様、ここでも追加でき、カスタマイズ可能。アクティビティは非常に多くのスポーツに対応しています。右下ボタンはバックボタン。押すことで前のページに戻ることができます。多分一番使うボタンです。左上ボタンはディスプレイの点灯と消灯。2回押しでフラッシュライトを点灯することができます。普通のスマートウォッチは画面を光らせるだけのなんちゃってライトですが、本機は懐中電灯の代わりになるほどの明るさです。
これが意外と便利で、ちょっと手元を照らしたり、車のシートの下に何か落とした時などに使えます。長押しでコントロールメニュー表示です。左中央ボタンは通知センターを開きます。メールやメッセージなどはここで確認できます。左下ボタンは登録したアプリ一覧表示。画面をスワイプした時と同じ画面です。長押しでミュージックコントロール画面になります。ショートカットは左中央ボタン長押しからウォッチの設定、システムを選ぶとショートカットというメニューがあるので、よく使うものはここで登録しておくといいでしょう。初見だとボタンも多く、少し複雑に感じる方もおられると思います。シャチパンもそうでした。できることは確かに多いですが、最終的には自分にとって必要な機能だけにアクセスするようになりますので、慣れれば何の問題もないと感じています。バンドはシリコンバンド。硬さは普通ですが非常に薄い作り。形状も凹凸があり、こだわりを感じます。装着感は違和感なく、フィット感も良好です。続いて健康機能。かなり力が入っています。健康管理で最も重要となる心拍センサーは、最新の第5世代光学式心拍計を搭載。センサー数も6個に増え、ガーミン史上最高精度を誇るものです。心拍は日々の体調、病気の予防や早期発見のほか、消費カロリー、運動強度など分かることが多いので、高精度なものがいいです。心拍数はアプリのヘルスメニューからこのように1日の推移と現心拍数を確認することができ、消費カロリーも確認できます。青い部分が基礎代謝による消費カロリー、赤い部分が歩いたり運動したりすることにより消費したカロリーです。基礎代謝ははじめに身長と体重を入力することで自動的に計算されます。それから健康の代名詞、睡眠分析機能。睡眠不足は生活習慣病の発症リスクが高いこともあり、睡眠の重要性は今やどこでも謳われていますが、日本は先進国の中で最も少ないことが分かっています。睡眠分析はスマートウォッチをつけたまま寝るだけで、心拍数や体の動きから自動分析されます。分析されると、睡眠の良し悪しを示すスコア、時間、質、それからサイドのボタンでより詳細な解説が見られます。下にスライドすると、深い睡眠、浅い睡眠、レム睡眠がそれぞれ何時間あったかを確認でき、さらに1週間の睡眠時間、スコアの推移も一目で見られ、スマホアプリをわざわざ開かなくともウォッチ上である程度完結しているのはいいですね。この睡眠分析はとても性能が高く、よく寝たはずなのになんか疲れてるなと感じたときは睡眠スコアが悪く、あまり回復しない睡眠だったと分析されますし、飲酒をした際なんてたくさん寝たとしてもスコアも低めに出ます。睡眠コーチという機能もあり、今自分に必要な睡眠時間を促してきます。本当に疲れているときは9時間とか表示されるのですが、この9時間と表示されたときは日中眠くて仕事にならないこともあるので、ちゃんと睡眠をとるようにしています。ぐっすり寝てから朝を迎えると仕事のパフォーマンスも上がり、気分もいいです。やっぱり睡眠って大事だなって痛感しますね。それ以外に面白い機能はボディバッテリー。シャチパンはこれを一番よく見ています。ボディバッテリーとは、睡眠で回復し、普段の生活やストレスで消費していく、いわゆる体の HP を数値化したもので、ユニークな機能です。これがリアルタイムで見れるんで、自分の体調を確認するほか、あとどれぐらい残業できそうかとか、まだ元気だからもうちょっと頑張ろうとか、もう仕事全部忘れて海に行っちゃおうかななど、数値化されるからこそ自分がどれだけ無理しているかが分かり、次に取る行動の判断指標にも一役買っています。その他には今年から心電図アプリも使えるようになりました。続いて運動機能。
ガーミンといえば世界中のアスリートが信頼する高精度なデータ活用に定評があります。多くの専用モデルが出ている中、本機はその頂点。各専用モデルと同等の分析機能や専用アプリがこれ1台に搭載されています。また GPS が内蔵されているので、スマホを持ち歩かなくても運動することができます。GPS はフラッグシップらしく L1、L5 のマルチバンド。日本の導きには補完信号までの対応となりますが、5カ国の主要対応衛星はすべて網羅しています。ワークアウトも十分すぎるほど多くあり、数、質ともにトップレベルです。筋トレのワークアウトはアニメーションの解説がつくほか、トレーニングプランをユーザーの目的に合わせて作成できるほどのこだわりっぷり。中にはちょっと聞いたことないようなスポーツまでありますが、ここまで網羅しているのはさすがです。今回のワークアウトもランニングを選択。いつものように4キロほど走ってきました。走っている最中はこのようにタイム、距離、ペース、心拍ゲージが表示されます。心拍ゲージは気づかず無理していたり、あるいは無意識に抑えているかを数値化しています。運動している方ならわかると思いますが、これ意外と自分ではわからない数字なんですよね。この数値を確認しながら自分に合った無理のない運動ペースを探してみても面白いです。運動後はこのようにアクティビティの記録メニューからタイムやペース、心拍推移、ランニングパワー、高度推移、VO2max、消費カロリーが細かく表示されます。GPS による位置把握はこのようにルートがトレースされます。マルチバンド対応ではないモデルなどでは道路1本分くらいの誤差はありますが、本モデルのトレース精度はおおむね良好で、最大でもこのくらい。木の多い公園内を走ってみてもしっかりトレースしてくれます。簡易的な地図も表示でき、距離と進行方向を指定すればコースを自動作成し、ルートを外れてもリルートまでしてくれます。ガーミンは2020年に長年スマートウォッチメーカーに対して心拍解析データを提供してきたファーストビート社を傘下に加えたこともあり、20年間蓄積された10万を超えるデータをもとに、高度なスポーツパフォーマンスから日常生活のライフログデータまで横断的に分析するノウハウに定評があります。多彩なセンシング機能を搭載しているだけではなく、取得データもしっかり使いこなせるメーカーと言えるでしょう。なお詳細データは過去データ含めアプリ上でいつでも確認することができます。ウォッチ上では表示できなかったより細かい分析データなどはこちらから確認するといいでしょう。続いて便利機能。ご紹介した内容以外に個人的に便利だなと感じた点を4点ご紹介します。1点目は通知機能。 LINE のメッセージや着信、メールなどスマホでの通知をバイブレーションで知らせてくれます。スマホをポケットに入れて気づかないケースもあるので非常に助かっています。このバイブレーションはアラームにも対応しており、目覚まし時計にも活用できます。なおメッセージ受信だけではなく、着信に対して会話することもできます。2点目は電子決済。Suica にも対応しており、改札もかざすだけで決済完了です。Suica以外では PayPay 銀行、三菱 UFJ 銀行、ソニー銀行で発行されているビザデビットカードでの決済に対応しています。3点目はスマホ探索です。スマホが見当たらないって時にスマホを鳴らすことができます。4点目はレポート。本機は朝、睡眠などの状況を分析してモーニングレポート。夕方にその日の生活状況を分析してイブニングレポートを作成します。その日一日がどうだったか、どれだけ回復したか、毎日の生活をしっかりサポートしてくれます。次に価格です。フェニックス8 Pro シリーズのラインナップを記しています。マイクロ LED モデルは
51mm モデルのみの展開で、お値段は税込み31万8800円。ベゼルのタイプはチタンベースの素材に DLC コーティングした黒基調のカラーです。アモレットモデルも同じく 51mm モデルのみ、税込み20万6800円。こちらはベゼルにチタン素材そのままのシルバーカラーが追加され2色展開です。こちらが DLC タイプ、こちらがチタンタイプですね。マイクロ LED モデルの方はついに30万の大台に乗り、スマートウォッチの中でも最高級と言っていい価格です。それもそのはず、マイクロ LED は製造が難しく、日本でも在庫が数量限定な上、取扱店舗も限られています。まさしくプレミア中のプレミア。価格は高めですが、それだけスペシャルなモデルです。ただ個人的にはいくらマイクロ LED とはいえ、価格差がここまで来てしまうと、普通にアモレットモデルを選びたくなるでしょうか。なお、ここまで高性能モデルでなくていいという方は、モデルラインナップも非常に充実しています。おおよその価格帯順で並べていますが、ダイビングやランニング、ゴルフ、アウトドアモデルと幅広い専用モデル展開と、これらの頂点に君臨する今回ご紹介しているフェニックス8シリーズ。フェニックスは欧米では一番人気のモデルのようです。それからヘルス&ウェルネスカテゴリーのお求めやすいベニュー、ビボアクティブシリーズと豊富にありますので、ご自身の予算と合わせて選択することができます。続いて気になったところ3点ほどご紹介します。1点目は多少癖のある UI です。これは多機能であることも関係しているところですが、直感的にはどうしても分かりづらい部分があると感じました。いろんなところに入り口がある感じです。例えばシステム画面は右上ボタン、左中央ボタン長押し、アラームは右上ボタン、左中央ボタン長押しとアクセスする手段があります。ただシャチパンも初めは少し戸惑いましたが、今では慣れて特に問題ないかなと感じます。2点目はちょっとスパルタです。本モデルは自身に適したワークをお勧めしてくれるのですが、45分ランニングと言われたりします。よし、それじゃあ一応45分走ってくるかとはなかなかならないかなということです。何を甘えたことをと言われるかもしれませんが、40を超えたしがない運動不足 YouTuber にはなかなかハードかなと思いました。もう少し緩いイージーモードの追加や、同じくらいの年の人の中で自分は何位くらいなのかなとか、そういったカジュアルな目標もあったらいいかもしれません。3点目は天気予報です。住んでいるところによる部分もあるのか、天気情報の更新が遅いのかは分かりませんが、微妙に外れていることがあるなと感じました。 LTE 通信を介せばまた変わるのかもしれませんが、例えば朝や退社時に曇りを確認してから外に出ると雨が降っていたりすることもありますので、結局スマホで確認するようになってしまいました。いちいちスマホを出して確認するのは面倒なので、もう少し精度がいいと助かるかなと思います。最後に総評です。今回はガーミンのフラッグシップモデルを2つ紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。特にマイクロ LED モデルはリンゴに先駆けて発売までこぎつけたのは大きく、スマートウォッチ業界をしっかり牽引していくんだという意気込みを感じました。気になったところもありましたが、いずれも慣れで解消できる範疇かなと思いますし、ガーミンを丸2年使っている身としては、高機能なセンシングと優秀な分析機能をぜひ体験してほしいなと思います。世の中には安いだけでなんとなくそれっぽく見せているおもちゃ寄りなスマートウォッチが多いですが、どうせつけるなら本物をつけたいって方、データ分析の正確性重視で運動あるいは健康をこれから意識していきたい方、アウトドアからビジネスライクまで1台でいけるスマートウォッチをお探しの方、最新技術に興味がある方など幅広くお勧めできるかなと思います。
本動画でスマートウォッチに興味が湧いたって方は、本製品に限らずぜひ検討してみてください。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。待って、どこだどこだここ。